見えるかしら。プレッツェルみたいなやつと麦パン3種類。プレッツェルスティックとロールバナナなんかあります。特製カレーとクルトン入りのアスパラガススープ。あれだね、メニュー。こっちにトマトコーンレタスのラムサンドイッチ、トラッチャテーラ、ソーセージ。あとこっちにサンドイッチですね。ラップとケーキがあります。これがマーブルケーキ、梨、リンゴ。ドリンクはこんな感じですね。はい、向こうトマトジュースとオレンジジュース、あとはお酒です。なんて書いてある。サラミ、豚、鶏の胸肉のサラミ。なるほど、こっちか。こっちにありますね。サラダ、ヨーグルトかな。シェフのオリジナルドレッシング、ギリシャヨーグルト、ストロベリー、グラノーラ。なるほど、それ取ろうかなと。ラウンジのご飯です。一旦カレーとオレンジジュース。はい、ということでラウンジに入りまして、プラネットの投函場所がすっごい分かりにくくて結構遠かったんですけど、桜ラウンジの、カウンターの方が大体の場所を教えてくれたのでたどり着くことができました。最初に出国審査をする前に行ったグローバルブルーの人には、プラネットの投函場所は、聞けない感じだったんですね。圧がすごくて。で、私たち3種類レシート持ってて、1個がグローバルブルー、もう1個がプラネットで、もう1個が DM の DM っていう薬局ドラッグストアのレシートだったんだけど、最初の2つはその大手仲介業者を通してるから、ヘイっていう雑貨屋さんで買ったバッグはプラネットに申請で、ビルケン取得は、グローバルブルーに申請だけど DM はどこに申請したらいいかが書いてなくて、JAL のチェックインカウンターの人に聞いたら DM は少しややこしくって仲介業者を通してないから自分でドイツ語のサイトで自力でやるしかないと思うって言われて、ここにはその申請場所がないって言われたので、とりあえずそのグローバルブルーだけ出国審査前にまず並んで返金作業をしました。クレジットカードで返金希望だったので、その場で携帯をクレカ払う端末にかざしてレシートもう一回見せて返金完了って感じで、プラネットに関してはその有人カウンターがターミナル1にしかないから、私の場合はもう封筒をヘイで買った時にもらってたので、その申請用封筒に、記入したレシートを入れて、それにもうスタンプついてる状態。出国審査をした後、保安検査場の前の、D5 かなとかの近くにある、レイゼバンクっていう銀行があるんですけど、そこの横にある緑のポストに投函をしました。帰ってくるのはおそらく1ヶ月後ぐらいかなって、ネット情報だとそんな感じだけど、ちょっとまた帰ってきたら皆さんにシェアしたいと思います。で、残る最後 DM ドラッグストアで買ったやつなんですけど、それに関してはとりあえずここでは今何もできないので、家に帰ってからゆっくりドイツ語
Google 翻訳しながら格闘したいと思います。けどまあ金額的にはそれが一番返金額は少なくて7ユーロぐらいかな。帰ってきたら嬉しいけど帰ってこなくてもまあしょうがないっていう感じなので、とりあえずそれを頑張りたいと思います。それぞれのやり方についてもし質問があればまた違う動画で紹介してもいいかなっていう感じなんですけど、かなりややこしかったので空港に来るのは早めの方がいいかな。私たちは4時間ぐらい前に来たけど、それでも結局ラウンジに入れる時間は2時間ぐらいになりそうです。 JAL のチェックインカウンターが来るのは4時半だったので待機時間が少しあって4時半に開いてチェックインしてもらいます。で荷物にタグつけてもらいます。リファンド免税のやつがあったから、その後に免税のところに並ぶ、スタンプもらう、で免税の横にあるバックドロップ、荷物預けるところで荷物預ける、でその後にグローバルブルー並ぶ、返金作業する、で今度出国審査する。出国審査も日本とか韓国とかカナダとかパスポートの種類によってはエクスプレスゲートっていうのを使えるから全然並ばないんだけど、それ以外の人たちは激混み。私たちは5分くらいで通過できたかな。そして今出国審査を終えて保安検査前、この空港ちょっと不思議なので出国審査はもうしてるんだけど保安検査はこれからやるので、あんまりこのラウンジでゆっくりしてると飛行機乗り遅れちゃうっていう感じが。今私ひたすらブラブラ喋ってるんですけど、ケンちゃんは今シャワーを浴びに行ってます。ラウンジ入ってすぐ、今すぐなら入れるっていうことだったのでケンちゃん浴びに行きました。その次私が浴びたいと思います。シャワーはカウンターにいる方にシャワー浴びたいですって言ったら、空いてたら鍵を渡してもらえるっていう感じですね。カレーいただきます。米うまいって、最高。結構スパイシー。でも行きに食べた桜ラウンジのカレーの方が美味しいな。このラウンジはあんまりゆっくりはできないかな。なんか席と席の間が狭めでプライベート感がないっていうか、食堂みたいな感じです。学校の食堂みたいな作りで、ほとんど席埋まっちゃってますね。今5時50分、飛行機は8時10分発。充電できるところも結構少ないかも。中央のテーブル12個だったらできそう。いやー、このタックス申請っていうの、タックスリファンド免税の申請、今まで行った20カ国ぐらいの中で一番面倒くさいかもしれない。こんなになんか分かれてることないっていうか、なんていうんだろう、こんなにステップが複雑で分かりづらいことなかった。これはみんな分かんないし、どこにもやり方とか次ここ行ってくださいとか説明もしてくれないし、かなり難易度高いなと感じました。このラウンジはビールとかもあるし、まあご飯の種類は少ないけど、私たちが今までヨーロッパで3回連続入ったラウンジ、ロンドン、ナポリ、コペ、それに比べたらまあいいかなって感じ。ケンちゃんはロングフライトの前にシャワーを浴びたいってずっと言ってたので、ここが使えてよかったです。私たち今回プレミアムエコノミーなので使えます。ではケンちゃんが帰ってくる前に食べ終わりたいと。お、帰ってきてた。鍵開いてる。やべやべ。10分喋ってた。はい、カナがシャワー浴びに行ったんで僕一人で動画撮ります。撮ってきたのはもう入ってくるまでめちゃめちゃ時間かかってね、で横入りとかねめっちゃいたんでね苛立ってます、相当。なのでムカついたんでカレー、ソーセージ、またプレッツェル、でもコーラにデザートにクランベリージュースがある。はい、じゃあ食べていきます。じゃあカレーから。チャルのカレーと何が違うの？美味しい。なんかプールの横に
あれタレに似てんのなんかっていうか2週間半ぶりぐらいに米食った。うまいね。米うまい。いいですね、ウインナーカレー。シャワーも綺麗でしたよ、中すごく。今日一日ね、一応外出てたんで朝からシャワー浴びてからかけるのはいいですね。強いて言えば飯後にシャワー浴びたかったけど、さっき聞いたら今すぐなら浴びていいぞ、結構強めに言われたんで、じゃあ今すぐ浴びさせてって言って浴びました。米がうまいね、やっぱ久しぶりに食うと。皆さんカレーは左にライス右にルー どっち派ですか？右にライス左にライス。僕は完全に左ライス右ですね。これじゃないとちょっと気持ち悪いですね。一人で喋ってるんでみんなの視線がちょっと痛いですね。じゃあプレッツェ美味しい美味しい。こちらがシャワー室です。2箇所あります。はい、ではシャワー室ですが、とてもコンパクトなのでちょっと全貌がなかなか見せづらいんですけど、こちらにシンクとミラー、こちらにシャワールームがあります。ちょっと反射してこの木の板あっちにあるように見えるかもしれないけどないですこんな感じです。見えるかなよ。あれがね、ぶっ壊れてて斜めってますね。シャンプーはヘアボディ一緒のやつしかなかったです。シャワーヘッドはこんな感じ。一応ドライヤーもありました。風力はまあちょっと微妙かな。時間はかかります。でこの鍵をカウンターでもらって入る感じになるので、終わったら鍵を返しますって感じで、ケンちゃんの搭乗券が人質に取られてるって言ってたので、これを返してケンちゃんのチケットをもらいたいと思います。はい、ではシャワー上がりましたので、もう一度ご飯の続きを。こちらがドイツ定番のアスパラガススープ。美味しい。しょっぱ。チーズとクルトンは自分で入れました。しょっぱ。ドリンクはこちら。アスパラガスのスープめっちゃしょっぱい。味は美味しいけどしょっぱい。カレーも一回食べたいけどまた汗かいちゃうからやめとこうかな。これ美味しいね。クランブリー、クランベリーなのかな。イラつき収まった。いや7分ぐらい喋ってた私は工程が多いことについて言ってた。あとやっぱ日本人見てくるな。ヨーロッパにさいる間に感じなかったじゃん、この視線。すごい一人で喋ってて感じてた。横入りすんなって言ってた。でもあれひどいよね。私手震えるぐらい怒っちゃった。海外の人はすぐ横入りする。しかもね、横入りの仕方がなんて言うんだろうな、あたかもそれが当たり前みたいな感じで入ってくるんだよね。いやスペース空けてたら入ってる。でもあれスペースなかったよ。で入ってきてえって思ってすげえみんな詰めてくるから、ただでさえ暑いのにめちゃくちゃ暑いの、密集しすぎて。どんだけスペースあんのに詰めてんのみたいな。普通の日本のスペースがこのくらいだとするじゃん。私たちこのくらいにいたんだ。そしたらこの間にね、ビヨンってしかも一人の女なんて俺とカナの間に入ってきたからね。意味不明でしょ、セットなのに。意味不明だったよね。俺の前に入ってくる。ケンちゃん抜かされてやる。トゥギャザートゥギャザーって言ってたからマジ笑える。マジうざいやついっぱいいる。日本でよかったね。やっぱ日本の当たり前が当たり前じゃないっていうことを感じますよね。いやでも私がさっき怒ってたのは、入ってきて私が持ってるその申告する書類を見て、お前はプラネットだからって言ってきたんだよ最初、横入りしたくせにね。で私がいいえ、私はグローバルブルーム持ってますと。でそしたらみたいな。それでその後になんか君のアイテムはどこだって言い始めたんだよね。あなたのアイテムはどこにあるのって。アイテムはもうないよってチェックインしてバックドロップもうやっちゃったから。そしたらあーみたいな、ちょっとバカにしたみたいな意味であーみたいな。
そういうアイテム必要だよって言ってきたから、いいえ、私は手順を踏んでいます。まずチェックインカウンターに行き、チェックインをしました。タグをつけてもらいました。その後にゾール行ってスタンプもらいました。だから私にその見せるアイテムはこれは必要ない。で必要なのはスタンプが押してあるレシートだけだって言ったの。そしたらスタンプ何それみたいになって、君スタンプないのって言った。スタンプなんてもらってないって言うから、スタンプなかったらここ並んでも意味ないよ。そしたらなんかじゃあどこでスタンプもらえばいいのって言い始めて、隣のカウンターだよ。それ言わなくてよかったんじゃない？隣のカウンターでもう抜かしてる時点であっちって言えば。隣のカウンターって言ったらどこどこみたいになって、赤い文字見えるでしょ、赤い看板見えるでしょ、あそこだよって。そしたらその仲間がうちらの前の前の前ぐらいにいたんだよね、そしたらその人に行ってこさせようとして、自分たちはその場から動かないみたいな。それでさ、挙句の果てになんかもう一回戻ってきて、もう一回ちょっともう一回いいかみたいな、もう一回ちょっと先に入れてもらっていいかみたいな質問がある。その人たちはプラネットでやらなきゃいけない。プラネットの場所はどこかって言うから、そこまでは知らない。でもここじゃないのは 100% って言った。だってグローバルグループ書いてる。そしたら本当かって言うから笑けてきて疲れましたね。連れのお客様、妊娠中のお客様をご案内いたします。続いてなんだっけ席の H20 の H。お隣は多分空いてると思います。お帰りなさいませ。ということで座りました。プレミアムエコノミー広いですね。見てください。いつもこっちかな、1個2個1個2個3個はいけないですね。何センチぐらいだろうな。40ぐらいあります。テーブルもこんな感じでワイドなテーブルですね。はい、ワイドです。 USB はエコと同じで A タイプがあります。ケンちゃんの足でもこんな感じで余裕があります。余裕ありますよ。はい、スポーティーだな。足の置き場もあるんで。このサンダルスリッパはついてたものです。今開けました。じゃあケンちゃんメニューを見せてください。はい、こんな感じで。ドリンク、酒飲む人はいいよね。やばいんだけど、離陸後1時間後にもう飯なんだけど。あとでって言えるよ、ちょっと後でいいですかって先に言っとけば。うどんですかい、できるご提供できる数に限りがございます。私は緑茶が恋しい。どんなジュースよりもやったか。到着約2時間前にまたご飯があるんだけど。これが日本の夕食に当たるってことかな。夕食っていうかお昼じゃん。お昼だってランチじゃん。まず今日のそっか、晩ご夜ご飯飯でこれがランチじゃない。私たち日本に着くのが夕方の4時ぐらいか、だからう日本時間の2時ぐらいに食べる感じだね。そうだね。こっちは何かあんの？こっち英語メニュー。英語メニュー、なるほど。あとグッズの紹介としては結構分厚めのしっかりしたブランケット、後で開きますね。ケンちゃんこれ開いていただいていいですか？耳栓。お、いいね、モイスチャーマスク。モイスチャーマスク。ありがたい、持ってるけど。トゥース。歯ブラシ。アイマスク。アイマスク。ポケットティッシュ入れてくれたら最高だったですね。あなたすごい鼻水出るタイプだからね。ポケットティッシュ。あとこれもありましたよ。JAL のロゴが入った蒸気でアイマスク。匂いなし。匂いなしだね。無香料。これあれなのかな、Bluetooth ついてるのかな。いや、なさそうだね。これオンオフは何だっけ。本当だ。
できんのかな。ヘッドホンしっかりしてるね、耳が良さそう。ちょっとあんまつけたくないけど、まあ、つけますね。こんな感じで、ここは動かせますね、耳が。ノイズキャンセリングあです。、ノイキャンか。はい。なるほど。ノイズキャンセリングつきすぎる。ちょっと弱いっす。私のしょぼイヤホンよりはいいかも。席はこんな感じですね。トイレはエコノミーと同じです。でも綺麗ですね。ヨーロッパの公衆トイレよりも臭くないです。席を倒してみました。この頭も少し動かすことができるので、上下調整もできる。これが一番低いから私158センチで、ちょうどいいというか、もうちょっと低くなればいいかなぐらいです。ワンワン物語です。これは快適だ。めっちゃいい。お食事の前に何かドリンクいかがですかということで、私は綾鷹をいただきました。念願の緑茶。ケンちゃんはスプライトです。テーブルも出してくれて、おもてなしがすごいですね。ドリンクはこの中から何でも選べて、ほとんどの人はスパークリングワインを飲んでるかな。ご飯が来ました。なんかメニューが変わってしまったみたいなんですけど、私が頼んだのが和食の豚バラの何かで、もともとのメニューだと豚バラのネギ塩ご飯添えだったんですけど、豚バラのなんか違うのになりました。それ以外は一緒かな。お味噌汁です。綾鷹。お水もついてます。これがサラダ。ケンちゃんがチキンピカタ。ちょっと洋っぽいのかな。それ以外は久しぶりでした。パンがついてるね。私は今ワンワン物語を見てて、あと10分ぐらいで見終わるかな。めっちゃいいクライマックスのところでご飯が来ました。いただきます。久しぶりのお箸だね。2本見て、その後寝てたら明るくなって朝ごはんです。日本でいうと昼ごはんなのかな。洗濯するものはなくってパスタ、さっきと同じフルーツ、ヨーグルト、あとミニクロワッサン。ドリンクはさっきのこれは綾鷹の残りで、トマトジュースとコンソメスープです。味が濃い。ケンちゃんは味が違います。どっちがいい？どっちでもいいそうです。今日
今日はワンワン物語の実写版2019年に出たやつとウィッシュっていう2023年に出たやつを